さて今回はガンタイマーです。1.5 キロはないと思います。100均で買った果物ナイフで開けていきます。ガンの段ボール箱。灰色系と黒系があるんですが、これは黒系です。箱はこんな感じです。黒節板。内側が引き抜けそうです。電池は入ってるのかな？入ってなさそうです。引き抜くテープも見えなかったので電池を用意します。はいはい、7号電池ね。嘘です。中国の電池の型番なんて知りません。英語の方で見ます。AAA でした。AA が単3なので単4ですかね。アルカリ電池の単4を切らしていたのでイネループです。1.2V しかないですがまあ動くでしょう。これが電源ボタンですね。これがリセットボタンだそうです。これは過去5回分のタイムを見るボタン。マット固定用の穴。電池ボックスが2つ。開けてみます。まあ普通にバネのある方がマイナスですよね。Bluetooth アイコンが光ってます。キューブステーションの右下のデバイスを開く。あっさりタイマーが見つかるのでペアリング。バインドするか聞かれますがしちゃっていいでしょう。右側の黄色いボタンです。使い方が表示されますが、右上の×で閉じます。タイマーはまあ普通の使い方でいけます。両方にタッチすると青 LED が光ってお知らせ。タッチするとすぐに光っちゃいます。タイマー動作中は誤動作防止のためボタンが効かない。スピードスタックスプロタイマー G4 は電源を押すと切れますね。これはいいかもしれない。ストップ直後も効かないそうです。電源が切れません。リセットは真ん中のボタン。右のボタンは過去5回のタイムと栄養後の表示です。測るときはまた真ん中のボタン。キューブステーションとつなげてみます。接続した状態からタイマー画面に行きます。上から2番目ですね。ガンタイマーの画像が出れば成功です。連動して表示されます。ストップしたら、スマホには4つのボタンが出てきます。スマホ画面は無視して、リセットボタンを押しても勝手に記憶されます。
ちなみに画面のボタンは左から、記憶させないで消す。2秒ペナルティ。DNF。確認して記憶する、リセットボタンと同じ。となっています。スピードスタックスプロタイマー G4 とのサイズ比較です。形が違うのでノギスで測ってもあまり意味ないですね。厚みもまあ似たようなもんです。2.5 ファイの有線接続用のジャックが見えます。スタックタイマーのディスプレイにつながるんですかね。スピードスタックスプロタイマー G4 は電池ボックスが1つ。単4 2本でした。重さです。128g。173g。まあ電池2本分違いますしね。一応精度の確認をしておきます。どうせだから10分放置してみます。G4 は10分で切れるので、ガンタイマーは切れるのかどうか？もうすぐ10分でほぼ誤差なし。精度は問題ないでしょう。ジャスト10分で G4 は切れる。タイマーの表示では10分の桁が見えなかったので、キューブステーションとつないでやってみます。時間があるのでトリセツの解説を。名称はガンスマートタイマー。サイズはまあ書いてある通り。重さは交渉 118g。電池は単4。機能。キューブステーションにつなげれば無限にタイムが記録可能。両手でパッドを触ると青 LED でお知らせ。タイム計測中とタイム計測直後はボタンが効かない。ミスによる電源オフやリセットを防止。高品質なボタン。10万回のプッシュに耐える。ラボテストにおけるデータ。実際の使用状況に依存する。タッチパッド左右。ディスプレイスクリーン。電源ボタン。リセットボタン。タイムを記憶してリセット。5秒押し続けると Bluetooth だけ電源オフ。スイッチ。過去5回分のデータと AO を見る。電池ボックス2つ。スタックマット固定用穴。ロゴライト。計測中に点滅する。青 LED。スタート OK のサイン。データポート。2.5 ファイのメスジャック。外部ディスプレイ接続用。使い方。タイム計測だけなら繋がないでいいけど、キューブステーションに繋げると無限回のソルブのタイムを記録できます。ダウンロードは QR コードで。どっちだ？こっちはガン公式サイトの QR コードでした。こっちがキューブステーションのダウンロード用 QR コード。タイマーの電源を入れて、スマホの BT をオンにする。キューブの設定は 356i じゃないなら、ノーマルキューブを選ぶ。切断する場合はリセットボタンを5秒押す。電源ボタンを押してもいいですけどね。電源を入れて、両手で触って青 LED がつくのを確認する。手を離すとガンのロゴマークが点滅する。両手で止めるとロゴの点滅が止まる。再計測。ガンのロゴの書いてあるリセットボタンを押す。電源を切る。電源ボタンを押す。タイム計測中以外は3分経つと自動電源オフ。キューブステーションでタイムのグラフが見れます。タイマーでは右のボタンで過去5回の記録と、AO5が見れます。電池交換。
まあ普通に交換です。古いのを混ぜちゃダメとか3ボルト以上かけるなとか、普通のことが書いてあります。3ボルト ?1.5 ボルトが4本なのに6ボルトじゃないのね。3ボルトと3ボルトを並列にしてるようです。さて5分なので時を飛ばそう。100均で買ったナイフはスクレーパー代わりにするために、ダイヤモンドヤスリで刃を落としていきます。嫌な音がするのでミュート。ここが一番やばいよね。まあ地道に刃を落としていきます。片側だけやってるとめくれちゃうんでね、反対側もやります。さて10分になります。画面上は10分の桁が見えてます。11分まで待ちました。タイマーは1分3秒ですが、キューブステーションのレコードはどうなってるでしょう。ちゃんと11分になってました。ものすごいグラフ。ということで、ガンタイマーは10分以上も計測可能です。AO5も多分ちゃんと計算してくれるんじゃないかな。ということで、今回はガンタイマーでした。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。